ようこそ、山岸豊です。今日はこちらのランボルギーニウラカンエボスパイダーを紹介したいと思います。今日はランボルギーニウラカンエボスパイダーを箱根のワインディングに持ってきてみました。先日ね、東京のストリートとそれから首都高でコンフォートモードでどんな印象なのか走ってきましたけども、とてもね乗り心地がよく、シティコミュニターとしても使い勝手のいいサイズ感で素晴らしいルックスからはちょっとね想像できないぐらいコンフォートな乗り心地と扱いやすさでびっくりしたんですけど、でほんの少しだけねスポーツモードにして首都高も走ってみたんですが、とってもね大音量のエキゾーストノートのおかげでほんの少ししかアクセルを踏めなかったんで、今日はねハンドリングも含めどんなね印象を醸し出すのか、この低中速コーナーが多いワインディングで主にハンドリングなど試してみたいと思っています。今もねスポーツモードで走り始めてるんですけど、シートにねもうかなりゴツゴツと振動が伝わるぐらいダンピングレートが高められていて、そしてねおそらくシフト速度もアップダウンともにとても速くなっていて、そのあたりねもうこのウラカンのこのエボあたりからはサーキットでのねノウハウがかなり車に踏襲されてると思いますけど、ウラカンもねもう国際レースたくさん走ってますから、いっぱいデータ取りができていて、で特にこのウラカンエボスパイダーになってからはダウンフォースのレベルがカタログスペック上5倍以上に上がっているということで、先代のウラカンスパイダーと比較して、そういった意味でもねハンドリングに相当貢献しているだろうし、そして 4WS がダンピングのねダンパーの量レートとロール量、そしてドライバーのアクセルの開け方、ブレーキの踏み方、そういったね癖を学習して、さらに一歩先をね読んで制御してくれるっていうことなんで、そのあたりはちょっとそういったね機構がついていないモデルと比較しないとわからないと思うんで、どのぐらいねいい意味で取ればとてもセーフティーで扱いやすくなっている。でも悪い意味で取ると取りやすすぎてちょっとね運転をする楽しみがスポイルされちゃってる可能性もあるんで、そのあたりがどんなね印象なのか、そしてシリーズ最強スペックを誇る V10 エンジンは 620CV を8000回転で発揮し、最大トルクが600ニュートンという、NA エンジンとしてはねとてもハイスペックな、もうほとんどレーシングエンジンと言ってもいいと思いますよね。そういったこのねミッドシップにパワートレインを搭載しているんで、こんなね素晴らしいルックスと、そしてハイパワーなエンジンを搭載した、もうこれだけでもワクワクするのに、なんとねこの車オープンモデルなんですよね。だからこのワインディングのね心地いい風と、それからリアから聞こえてくるねかなりボリュームの大きいエキゾーストノートも堪能しながらちょっと評価をしてみたいと思います。それじゃあ少しずつねタイヤを温めながらペースアップしていってみたいと思います。
ルギーニっていうイメージ、やはりルックス先行というかね、過激なスタイリングと、そして鮮やかなカラーリング、美しいデザインのインテリア、そういったところばっかりが取り沙汰されやすいんですけれども、でもレースシーンでもね、たくさんの勝利を収めていることを見ても、このウラカンについてはとても完成度の高いドライビングマシンだということが確認できました。今ね、またストラダーレモデルに戻して軽く流してるんですけども、まあ高価なねスポーツカーですから、屋根を開けてね、そよ風をゆったりと楽しみ方が本来のね、皆さんが一番使う使い方だと思いますけども、でもちょっとね、真剣にスポーツドライビングを味わってみたいなと思ったら、こういったね、ワインディングに持ち込みさえすれば、普段はね、全く顔を見せない、まあ、ファイティングブルーらしい、エキサイティングな体験ができると思います。Thank you for watching. 今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回もお楽しみに。